い、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は、レッドシュアー S シリーズのニューモデル S08 です。S12、S15 などがあるシリーズか。数字が一番小さいってことは弟分ってこと？そうなんじゃない？価格面でも S12 より少しお安めの設定で、登場時の価格で18,000円弱のようね。へえ、S15 がラオウ、S12 がドキって、S08 がケンシロウ、S08 が伝承者になるのか。なんか S シリーズのイメージが全然変わっちゃうんで、やめてもらっていいですか？誰かみたいな喋り方、やめてもらっていいですか？まあまあ、2人とも冗談はそのくらいでやめてもらっていいですか？あら、ジャックさんまで。はい、そうですね。本題行きましょう。パッケージ内容はこんな感じ。定番の丸いケース内にイヤーチップにしとケーブルが収納されてた。レッドショアーの定番だね。単結晶導銀メッキケーブルには 3.5 と 4.4mm の交換可能なプラグが付属。装着したら外側のこの部分をくるくる回して抜け防止っていうのがいいですね。楕円形ボディの素材はアルミ合金で片側 6.2g と軽め。S と0と8をイメージしたデザインなんですって。へえ、なんかこじつけっぽい気もするけど、まあいいか。カラーはシルバーとブラックね。ショットブラスト仕上げになっているのね。なんだそれ？表面がちょっとざらついてる感じの仕上げよ。詳しく説明するとそれだけで動画1本作れちゃいそうだから、興味ある人は調べてみてください。サウンドチェックの比較モデルはやっぱり兄弟対決しかないっしょ。ちょっとまださっきの引きずってんの？伝承者争いじゃないのよ。まあ面白いからいいんじゃない？兄弟対決でいこうか。愛ちゃん、波形出して。はい、どうぞ。 S08 の波形がちょっと予想外だったけど、それを含めてサウンドチェックの後に触れるとしよう。音収録にはバンドルケーブル使用。音調整の基準は S08。 はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。はい、サウンドチェックでした。ミミィちゃん、どうだった？バッテーの S08 が一番低域出るんだね。ちょっと驚いたわ。S15 は BFM パッシブフィルターモジュールを搭載して低域のアタック感がすごくいいのを再認識。でも、洋感で言ったら S08。そうよね。低域から 200Hz 過ぎまで結構出してるもんね。それでいて、高域は S15 より暗めに感じなかった。
そうだね。波形見てもそうなってる。この辺りの出方の差も分かったよね。S15 の方が明るく感じた。そうね。S12 が一番明るいのは波形からも聞いてもらった結果からもはっきりしていて傾向は明らかに違うわね。S08 は S15 よりだと思ったわ。実機でも3モデル聞いてみたけど、音質的な基準は S15 にした上で、S12 は広域より、S08 は低域よりという聞こえ方してた。でもさ、S12 は波形で見ると低域強くなさそうだけど、聞いてみるとそれ、あんまり感じないんだよね。中域を結構落としたドンシャリ系だから、結果的に低域が目立ってるんだと思うよ。ただ、この3モデルで聞き比べると、さすがにちょっと物足りないかなって思ったけどね。プレイナーモデルって広域がきついから嫌という人も結構いるみたいで、S12 はそれに当てはまりそうだけど、S08 からはそういう印象は受けなかったな。S12 を発売した頃とはチューニングの傾向も変化してると思っていいだろうね。でもやっぱり S12 の出音は好きですよ。もちろん私もさ。S12 や S15 に比べると S08 のドライバーは 13mm と少しサイズダウンしてるけど、第4世代の新たなドライバーを積んでるんだね。サイズダウンしてるのにあの低域の存在感すごいね。そうだね。振動板には高精度薄膜形成技術、マグネトロンスパッタリングを採用したり、ボイスコイルを2層にしたり、改良ポイントがたくさんあるね。さらにボイスコイルに PTR 弾性フィルムを素材にするエッジを追加し、低域とサウンドステージの深さ、広さを大幅に向上させたりということで、抜低とはいえ後発ゆえの強みも大いにあるわけだ。なるほど、低域強化に力を入れてたんですね。さて S08 を聞いた印象言ってみようか。まずイヤーチップなんだけど、バンドル2種はこんな違いがあった。で、2つの間を取って音収録ではリバイナスベルベットを選んでみた。マイイヤーチップ全体ではこんな感じで、セドナイヤーフィットライトとかトウ3歳ワイドボアで聞いてみたけど、ハイハットの刻みを含む広域系が若干聞き取りやすくなったんで、視聴はセドナイヤーフィットライトにしてみた。ケーブルはバンドル品でバランス接続ね。念のためトリポウィンセラフにリケーブルしてみたんだけど、サウンドステージの奥行きがさらに増した感じになったんで、いろいろ変えて聞き比べるのも大事だね。低域は解像感より量感優先なのはすでに触れた通り。これは狙ったチューニングだろうから、苦手な人はこの時点で S08 はスルーになっちゃうね。中域はご覧の通りフラット意識系、再現性は高かった。1.3 キロあたりからピークというほどではないけど、なだらかな山があってボーカルに芯があって聞きやすい。ピアノも厚みを感じた。ここの立ち上がりが早めで特徴的ですよね。そうだよね。さらに4キロ手前に谷があるのも特徴的。ボーカルに対してバックの音数が多い曲やシンバル系がきつめの曲がすんなり聴けてしまったんだけど、試しにこの谷を EQ で持ってみると明るさが出て暗めな印象が変化。ここが明るさ確保の第1ポイント。ってことは第2もあるのね。そう、ここね。両方上げちゃうとちょっとうるさくなっちゃったんで、もし広域が足りないと思ったらここを補正するのがいいかな。3モデルの比較でも広域を抑え気味ですものね。低域重視でチューニングされてるのは明らかだよね。この3本だと S15 がいいバランスに仕上がってるように思う。S15 の傾向に似た S08 はさっき触れた帯域をちょっと補正して S15 化してみるのもありかなと思ったわ。補正は必要ってことですか？いいや、そんなことないよ。聞き比べてみてあえて補正するならってことだから。 S12 が基準になってる人には合わない？そうだね。高低バランスが違うから違和感あるだろうね。S08 は聞き疲れしにくい傾向で、これまでのプレイナーモデルのイメージを覆してると思うんで、この傾向を認識した上で自分に合いそうなら買えばいいんじゃないかな。了解です。欲しいものリストに追加しておきます。そっか。ということで、レッドシュアーの第4世代プレイナードライバー搭載モデル S08 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。